第1章、遅れた大国の覚醒。ピョートル大帝以前のロシアと青年期の衝撃。ロシアが帝国として世界地図にその名を刻む以前、17世紀のモスクワツァーリ国は広大な領土を持つにもかかわらず、西ヨーロッパから見れば眠れる巨人であり、多くの面で中性的な体制にとどまっていた。一孤立と停滞。17世紀モスクワツァーリ国の実情。17世紀のロシアは地理的・歴史的な要因からヨーロッパ大陸の主流な発展経路から隔絶されていた。まず地政学的な孤立が挙げられる。東方からのモンゴル支配、タタールの首引きからの解放が遅れたことに加え、西方への出口、特に不凍港へのアクセスが完全に欠如していた。バルト海はスウェーデンによって固く閉ざされ、黒海はオスマン帝国とクリミア半国に支配されていたため、ロシアは西欧諸国との恒常的な通商や技術交流のルートを持てなかった。次に経済・社会構造の遅れである。ロシアの社会は他のヨーロッパ諸国が封建制から脱しつつあった時代にも極めて前近代的で強固な農土制の上に成り立っていた。国土の大部分を占める農民は土地に縛られ、移動の自由も人権としての自由も持たず、支配階級である貴族、ボヤーデや国家に隷属していた。この非効率的で非人道的な労働体制は、自由な経済活動と技術革新を妨げる最大の足かせとなっていた。さらに文化的な保守性が国家の発展を停滞させていた。ロシア正教会は国民の精神的支柱であり、ビザンツ帝国滅亡後、第三のローマを自認する排他的な宗教、文化観を持っていた。西ヨーロッパの科学、哲学、文化は異端として敬遠され、ツァーリの宮廷も貴族層も伝統的な風習と儀式に深く縛られていた。技術の導入は散発的であったが、その精神や社会制度にまで浸透することはなかった。軍事技術もまた、ポーランドやスウェーデンといった周辺諸国に比べて大幅に立ち遅れていた。に波乱の青年期と異端の形成。ピョートルはロマノフ朝第2代ツァーリであるアレクセイの息子として1672年に生まれたが、その即位は平穏ではなかった。イドアにフョードル3世の死後、彼は幼くしてツァーリに擁立されるが、イボアネ・ソフィアやモスクワの古い主級派の近衛兵ストレリツとの激しい権力闘争に巻き込まれた。特に1682年のストレリツの反乱は、幼いピョートルの心に旧体制への深い不信と憎悪を刻み込んだとされる。彼は伝統的なツァーリの教育を受けることなく、モスクワ郊外のプレオブラジェンスコエ村で異例の青年期を過ごした。ここで彼はドイツ人街と呼ばれる外国人の居住区に入り浸り、オランダ人やドイツ人の技術者、商人、軍人たちと交流した。彼は大いにあるにもかかわらず、自ら船大工や砲術師として技術を学び、軍事訓練に熱中した。この青年期の経験こそが、ピョートルを従来のツァーリ像から逸脱させ、西洋の技術と実用主義を偏愛する異端児へと成長させた最大の要因である。彼は伝統や儀式よりも実利と技術こそが国家の不況をもたらすと確信した。3. 大いなる使節団がもたらした衝撃。ピョートル大帝の改革意欲を徹底的なものにしたのは、1697年から1698年にかけて彼が極秘で参加した大いなる使節団による西欧訪問である。これはロシアのツァーリとしては前代未聞の行動であった。彼は偽名プレオブラジェンスコエ連隊の伍長ピョートル・ミハイロフを用い、オランダ、イギリス、神聖ローマ帝国などを巡った。この旅の目的はオスマン帝国に対抗するための同盟を組むことであったが、ピョートルの真の関心はヨーロッパの技術と組織にあった。彼はオランダのザーンダムで船大工として働き、イギリス海軍の造船所や砲兵学校を視察し、工場や博物館を精力的に巡った。彼が目の当たりにした西欧の発展、特にオランダの商業力とイギリスの海軍力は、モスクワの閉鎖的な宮廷で知る知識とは比べ物にならないほどの衝撃であった。ピョートルはロシアが世界列強と肩を並べるためには、単に大砲や軍艦の設計図を輸入するだけでは不十分だと悟った。必要とされているのは、それらを製造、運用するシステムと、それを支える精神、すなわち規律、教育、
そして実利主義に基づく社会構造そのものの移植であると彼は確信した。しかし使節団がウィーンに滞在中にモスクワで再びストレリツの反乱が勃発したという知らせが入る。ピョートルは慌てて帰国し、この反乱を血も涙もない徹底的な弾圧をもって鎮圧した。彼は旧体制の象徴であったストレリツを壊滅させ、多くの処刑を自ら監督したと伝えられる。この強権的な行動は彼が今後推進する改革がいかなる反対も許容しないツァーリによる絶対的な上からの革命となることを世界に知らしめる宣言となった。ここにロシアを近代国家へと引き上げることを宿命づけられた。ここで先制的な改革者ピョートル大帝が本格的に歴史の舞台に登場したのである。彼の前には旧態依然とした巨大なロシアという名の粘土が横たわっており、彼はそれを自らの手で西洋の型に合わせて焼き固めようと決意する。第2章、ロシア帝国の創造、西洋化と軍事、行政改革の実行。ストレリツの反乱を地で鎮圧し、ピョートル一世は西欧から持ち帰った近代化という設計図を手に容赦ない国家改造に着手した。彼の改革は単なる技術導入にとどまらず、ロシアの社会構造、政治システム、そして国民の精神性そのものをヨーロッパ化させる上からの革命であった。この章ではロシアを帝国へと昇華させた。彼の主要な改革とその具現化としての新首都建設、そして大北方戦争の意義を詳述する一創設の基盤、軍事改革と大北方戦争の勝利。ピョートルの改革において軍事力の強化は絶対的な最優先事項であった。これは彼が西欧で見た技術力とロシアの地政学的課題、不登校の獲得を解決するための必須条件だったからである。1700年、ピョートルは宿敵スウェーデン、当時の北欧の覇権国に対しバルト海への出口を求めて大北方戦争1700から1721年を開始した。開戦直後のナルバの戦いではピョートルが育てた新設のロシア軍はスウェーデン王カール12世率いる精鋭部隊に惨敗を喫した。この屈辱的な敗北こそがピョートルの改革意欲に火をつけた。彼は敗戦から直ちに学び、軍の抜本的な再編成に着手した。徴兵制の導入、農奴を含む人口から一定数の男性を強制的に徴兵する制度を確立し、職業軍人による常備軍を創設した。近代的な訓練と装備、西欧の軍事共犯に基づき厳格な規律と訓練を徹底した。旧式の火器や大砲は溶かされ、教会の鐘までがいつぶされて近代的な大砲に作り変えられた。海軍の創設、ピョートル自身の情熱の対象であった海軍をゼロから創設。多くの外国人技師とロシア人職人が動員され、バルト海艦隊の基盤が築かれた。この徹底した改革の成果は1709年のポルタバの戦いで劇的に現れた。ロシア軍はスウェーデン軍に決定的な勝利を収め、カール12世を敗走させた。この勝利によりスウェーデンの覇権は終わりを告げ、ロシアはバルト海の東岸を獲得。1721年のニスタット条約によって正式にバルト海への出口、エストニア、リボニアなどを手に入れた。この軍事的勝利と領土拡大を受け、ピョートルは元老院からインペラートル、皇帝の称号を贈られ、モスクワツァーリ国は正式にロシア帝国へと移行した。軍事力がロシアをヨーロッパ列強のテーブルにつかせたのである。2西洋化の具現化、サンクトペテルブルクの建設。ピョートルの西洋化という意思が最も物理的に具現化されたのが1703年に建設が開始された新首都サンクトペテルブルクである。彼はスウェーデンから奪取したフィンランド湾西欧のネバ川河口という冷たく湿った沼地を新たな首都に選定した。この地はかつてモスクワが持っていた歴史的宗教的な伝統から完全に自由であり、バルト海に面するヨーロッパへの窓として西欧との通商と交流の玄関口となる運命づけられていた。建設はまさにピョートルの強権の象徴であった。何万人もの農奴や囚人が国間の地に強制動員され、多数の犠牲を払いながら都市建設が強行された。彼は都市設計にイタリアやフランスの建築家を招き、バロック様式に基づいた
整然とした計画都市を築かせた。すべての貴族に対し、新首都への移住と西洋風の邸宅建設を強制した。サンクトペテルブルクは単なる行政の中心地ではない。それはピョートルの新しいロシアのアイデンティティそのものであった。西洋的なネオクラシック様式が並ぶこの都市は、ロシアが過去を断ち切り、近代ヨーロッパの一員として生きることを誓ったモニュメントとなった。3. 社会と権力の構造改革。軍事と地理の改革と並行して、ピョートルは国内の行政機構と社会階層にも徹底したメスを入れた。官職位改正。タベリオランギの導入。1722年に導入された官職位改正は、彼の実力主義と専制主義の核となる制度であった。これは文官、軍人、宮廷の役職を14の階級に分け、家柄ではなく能力と勤続年数に応じて昇進を可能にするシステムである。この制度の狙いは2つあった。1つはツァーリに仕える有能な官僚を確保すること。もう1つは古くから権威を持っていた旧貴族ボヤーゲの血筋による特権を相対化し、彼らの権力をツァーリへの奉仕という枠組みの中に組み込むことで、ツァーリの絶対的権力を強化することであった。能力主義の導入は近代化の一歩であったが、それはあくまで皇帝への奉仕を市場とする専制政治の強化のために機能した。教会の世俗化と国家管理。ピョートルは西洋化の最大の抵抗勢力とみなしたロシア正教会の権威を徹底的に削いだ。1700年に総主教が死去すると、彼は後任を選出せず、1721年に総主教制を廃止、代わりに皇帝が任命する世俗の長官が率いる政務会員シノドスを設置した。これは事実上ロシア正教会を国家の行政機関の一部とし、皇帝がその頂点に立つことを意味した。この措置により、教会が持っていた独立した財産と政治的発言権は奪われ、宗教的権威は専制政治に完全に組み込まれた。生活様式への介入。ピョートルは貴族たちに対し西洋風の様相を強制し、伝統的な長大な髭の剃毛を義務付けた髭税を導入。またヨーロッパ式の社交儀礼や舞踏会、アッサンブレアの開催を強要し、貴族の子供たちには数学や外国語などの世俗的な教育を受けさせた。これらの改革はロシアの文化的な伝統を否定し、貴族のエリート層を半ば強引にヨーロッパ人へと改造する試みであった。これらの急進的な改革を通じて、ピョートル大帝はロシア帝国という名の東洋の専制と西洋の近代技術が混在した独特の国家システムを作り出した。彼の時代にまかれた種はロシアを強大化させたが、同時にロシア社会の上限、そして文化的な層の間に修復不能な亀裂を生み出すこととなった。3章、ピョートルの遺産と帝国の繁栄。18世紀の黄金時代。1725年にピョートル大帝が崩御した後、彼が創造したロシア帝国は短期間の宮廷政治の混乱期を迎えるものの、彼の残した行政、軍事システムは国家の基盤として機能し続けた。ピョートルが定めた近代化と西洋化の方向性は、特に18世紀後半、2人の女帝エリザベータ在位1741から1762年とエカチェリーナ2世在位1762から1796年の時代に結実し、ロシア帝国はヨーロッパにおける軍事文化の両面で頂点を極める黄金時代を迎える。しかしこの繁栄はピョートルが植え付けた内包的な矛盾を拡大させ、後世の帝国の崩壊を決定づける要因ともなった。1、ピョートル的システムの継承と進化。ピョートルが導入した軍事官僚制、そして教育のシステムは彼の死後もロシアの発展を規定する型として機能し続けた。特に彼の創設した官職位改正は貴族の義務的な国家奉仕を定着させ、国家に対する忠誠を重んじる新しいエリート層を育成した。このシステムのもと、ロシアはヨーロッパにおける主要な戦争、7年戦争などに参戦し、その存在感を不動のものとした。ピョートルがバルト海で獲得したヨーロッパの窓は、技術や知識の流入を加速させ、サンクトペテルブルクは文字通り西欧的な文明の中心地として栄華を誇った。2、エカチェリーナ大帝の啓蒙専制と領土の最大化。ピョートルの遺産を最も公
果的に活用し、ロシアを国際的地位の頂点に押し上げたのは、ドイツ出身の女帝エカチェリーナ2世であった。彼女は自らを啓蒙専制君主と位置づけ、フランス啓蒙主義の哲学を積極的に取り入れながら、ピョートルの路線をさらに推し進めた。エカチェリーナの統治下で、ロシアは南方の不凍港獲得という長年の目標を達成するオスマン帝国との戦争に勝利し、1783年にクリミア半島を併合。これによりロシアは黒海への絶対的なアクセス権を確保し、南方の安全保障と交易路を確立した。また彼女は外交手腕によってポーランド・リトアニア共和国の分割、1772年、1793年、1795年に主導的な役割を果たし、西方の領土を大幅に拡大させた。これによりロシア帝国はヨーロッパの地図上でかつてない広大な領域を支配し、その軍事力と政治力はイギリス、フランス、オーストリア、プロイセンと並ぶ5大国の一つとして揺るぎないものとなった。エカチェリーナの時代はピョートルの目指した偉大なヨーロッパ列強としてのロシアの完成形であったと言える。2つのロシア。近代化のコスト。しかし、帝国の繁栄の裏側では、ピョートル時代から続く構造的矛盾がますます拡大していた。ピョートルが強引に推し進めた西洋化は、ロシア社会を2つの階層に決定的に分断した。西洋化されたエリート層、貴族、官僚、知識人といった少数の支配階級は、フランス語を話し、ヨーロッパの思想や芸術を享受した。彼らはもはや伝統的なロシアの文化や信仰とはかけ離れたヨーロッパにおけるマイノリティのような存在となっていた。伝統にとどまる大衆層、国民の約 90% を占める農奴や平民は、依然として古くからのロシア正教の信仰、伝統的な生活様式、そして中性的な農奴制の漆黒に縛られていた。この乖離は2つのロシアと呼ばれ、両者の間には言語、文化、経済、そして世界観において深い断絶が存在した。ピョートルは国家の効率化のために農奴制を維持し、エカチェリーナもまた貴族の支持を得るために農奴制を事実上強化した。例えば1773年に発生したプガチョフの乱、農奴とコサックによる大規模な反乱は、この支配層と非支配層との間の耐え難い矛盾が暴力的な形で噴出した事例であった。4. 文化の繁栄とアイデンティティの葛藤。ピョートルの西洋化の努力は18世紀後半から19世紀初頭にかけてロシア文化を空前の高みに導いた。サンクトペテルブルクやモスクワでは壮麗な宮殿や劇場、科学アカデミーが建設され、文学、音楽、科学がヨーロッパの水準に追いつき始めた。しかし、この文化的な開花は、知識人層、インテリゲンツィアに深いアイデンティティの葛藤を引き起こした。彼らは、ヨーロッパの啓蒙思想を学び、自由や人権といった普遍的な価値を知ったが、同時に自国の国民の大部分が、非人間的な農奴制の下にあるという現実に直面した。彼らは自分たちの国が西洋の技術と専制を組み合わせた怪物ではないかと疑念を抱き始めた。ここからロシアの進むべき道をめぐる激しい論争、すなわち西洋派ピョートルの路線を皇帝とスラブ派、ロシア固有の伝統と信仰に変えるべきと主張の対立が生まれ、これは後の帝国の思想的基盤を揺るがすこととなる。18世紀の黄金時代はピョートルが築いた強大な軍事力と洗練された行政システムによってもたらされたが、その成功の裏で社会の根底にある不平等と文化的な分断を決定的に広げた。この分断こそが帝国を蝕む静かな病となり、次の世紀の苦悩と衰退の予兆となったのである。第4章、帝国の黄昏と矛盾の爆発。19世紀の苦悩と衰退の予兆。19世紀に入ると、ピョートル大帝が築き上げたロシア帝国体制の賞味期限が明確に見え始める。ヨーロッパの啓蒙思想と近代化の波は、専制政治と農奴制という帝国の根幹をなす矛盾を容赦なく照らし出した。この世紀は軍事的な勝利、ナポレオン戦争で幕を開けたものの、最終的には国際的な敗北と内政における遅延された改革の失敗によって帝国が内側から崩壊へと向かう黄昏の時代となった。1、栄光と反動。ナポレオン戦争と保守主義への回帰。
1812年、ロシアはナポレオン・ボナパルト率いる大軍を撃退し、ウィーン会議1815年ではヨーロッパの秩序を再構築する新生同盟の主導者として君臨した。これはピョートルが創設した近代軍事力の究極の勝利であり、ロシアの国際的地位は頂点に達した。しかし、この勝利の後に続いたのは、解放ではなく保守主義への回帰であった。特にニコライ一世在位1825から1855年の時代はヨーロッパ全土に広がる自由主義やナショナリズムの波を警戒し、ピョートルの開いた窓を固く閉ざそうとしたニコライ一世が標榜したイデオロギーは、専制サモジェールジャブイエ、正教プラボスラーブイエ、国民性ナロードノスチという三位一体の原理である。これは西欧の思想を異端として排斥し、皇帝の絶対的権力とロシア正教の権威、そしてロシア固有の伝統を国の精神的支柱とする試みであった。ピョートルが強制した西洋化の精神は大きく後退し、帝国内の知的な発展と政治的自由は厳しく抑圧された。2、クリミア戦争の衝撃、システムの陳腐化。この保守的な停滞期は1853年に勃発したクリミア戦争1853から1856年で帝国に決定的な衝撃を与える。ロシアはオスマン帝国との戦争を有利に進めていたが、イギリスとフランスがオスマン側に参戦すると状況は一変した。ピョートルが作った常備軍は依然として巨大ではあったが、装備、輸送手段、鉄道の欠如、兵站、そして指揮系統の面で西欧列強の近代化された軍隊に完全に立ち遅れていた。海軍もイギリスやフランスの蒸気船に対しロシアの反戦はなすすべがなかった。戦争の結果、ロシアは敗北を喫し、黒海における海軍力を制限されるという屈辱的なパリ条約を結ばざるを得なくなった。この敗戦はピョートル以来の強力な軍事力こそが帝国の基礎という神話を打ち砕いた。クリミア戦争はロシアの技術的、経済的な後進性を世界に、そしてロシア自身に露呈させたのである。皇帝アレクサンドル2世は、ロシアが敗れたのはクリミアなのでイギリス、フランスに敗れたのではなく、技術の遅れに敗れたのだと悟ったと言われる。3、遅すぎた改革と矛盾の拡大。クリミア戦争の敗北は帝国が生存競争に打ち勝つためにピョートル時代以来手つかずだった根本的な社会改革を断行する必要性を痛感させた。その最大の試みがアレクサンドル2世在位1855から1881年による大改革である。1861年、彼はついに濃度解放令を発布した。これはピョートルが効率化の名のもとに温存し、エカチェリーナが強化したロシア社会最大の矛盾の解消を試みるものであった。解放は建前上農民に自由を与えたが、実際には不徹底な内容に終わった。農民は土地を買い取る義務を負わされ、高額な償還金、共同体ミールに縛り付けられたままであったため、経済的な自由を享受できなかった。この上からの解放は農民の間に真の自由が与えられなかったという深い不満を残した。4、革命思想の勃興とインテリゲンツィアの絶望。ピョートルの西洋化の遺産であった啓蒙思想は19世紀のロシアにおいて専制の枠内ではもはや収まらない爆発的な思想へと変貌していた。西洋の自由主義、社会主義、そしてマルクス主義が流入し、抑圧された知識人たちは自己の国を救う唯一の道は暴力的な革命しかないと考えるようになる。彼らはピョートルによって分断された2つのロシアのうち未だ解放されていない大衆層農民を啓蒙し革命の主体にしようと試みたブナロード運動。しかしこの運動は農民に理解されず失敗に終わる。絶望した急進派はテロリズムへと傾倒し、1881年にはついにアレクサンドル2世解放者ツァーリを暗殺するに至る。ピョートル大帝が富国強兵のために導入した近代文明は結局のところ抑圧的な専制政治という枠組みの中で革命思想という最も危険な実をつけた。帝国の支配層はピョートル以来の強権的な権力構造にしがみつくあまり社会の根本的な変革を先送りし続けた。この遅延と抑圧こそが帝国の最終的な崩壊を不可避なものとした最大の要因である。結論、ピョートル大帝の永遠の代償と帝国の終焉。
ピョートル一世によって1721年に創設されたロシア帝国はわずか約196年後の1917年に崩壊した。この3世紀に満たない歴史は、一人の偉大な専制君主が国家を強大化させるために西洋の文明を強引に移植した上からの革命の成功と、その成功がもたらした構造的矛盾の拡大の物語であった。崩壊への加速。20世紀初頭の危機。19世紀末から20世紀初頭、ロシア帝国は国際的な競争と国内の不満という二重の圧力に耐えきれなくなっていた。ピョートルが追い求めたヨーロッパ列強の地位は、新たな工業力と技術革新の波によって揺らぎ始める。日露戦争の衝撃。1904年に勃発した日露戦争での敗北は、クリミア戦争以上の衝撃を帝国に与えた。ヨーロッパ列強の白人国家がアジアの小国に大陸両面で完敗したという事実は、ロシアの軍事力と生態の限界を徹底的に露呈させた。この敗北は国内の不満を一気に噴出させ、1905年の地の日曜日事件とそれに続くロシア革命1905年を引き起こした。ツァーリ体制は立憲君主制の導入、ドゥーマの開設を余儀なくされたが、根本的な権力構造は変わらなかった。第一次世界大戦の決定だ。そして1914年に始まった第一次世界大戦が、ピョートル大帝の遺産に最後の審判を下した。ピョートル以来、ロシアをヨーロッパの主要なプレイヤーとして位置づけてきた軍事力と領土的野心が、今や帝国の資源を極限まで浪費し尽くす。全近代的な農村構造の上に築かれた非効率な軍事経済体制は、近代的な総力戦に対応できなかった。前線での惨敗、兵站の崩壊、そして食料不足は国民の間にツァーリ先生に対する決定的な不信感を生んだ。ピョートルが築いたサンクトペテルブルク、当時はペトログラードの宮廷は孤立し、1917年2月、市民と兵士の暴動によってツァーリ・ニコライ2世は退位。ここにロシア帝国は崩壊した。ロシア帝国はピョートル大帝がヨーロッパから輸入した硬質な軍事行政システムの外皮と内部に温存された脆弱な全近代的な社会構造という内閣との絶え間ない緊張と摩擦の中で存在した。ピョートルの大胆な手術はロシアを一時的に救ったが、彼は病巣そのものを取り除くことなく、その症状を近代的な装甲で覆い隠したに過ぎなかった。彼の急進的な近代化はロシアという巨大な国を世界競争の舞台に引っ張り出したが、その代償として生み出された社会の分断と構造的矛盾は2世紀にわたり帝国を内側から蝕み続けた。そして第一次世界大戦という未曾有の総力戦の重圧のもと、その矛盾が臨界点に達した時、ピョートル大帝が強権によって作り上げた壮大な帝国はあっけなく崩壊したのである。ロシア帝国の歴史は、近代化とはいかにして成し遂げられるかという問いに対し、専制による急進的な近代化はその成功の代償として体制そのものの破滅を内包するという歴史の重い教訓を残した。チャンネル登録、高評価お願いします。